どうも、底辺アクアリスト黄昏です。皆さん、前回アップした90センチ水槽の動画は見ていただけたでしょうか？まだ見ていないという方は概要欄の再生リストから見てやってください。自分が持っている水槽の中で最大サイズである90センチ水槽、一番気合を入れて立ち上げたこともあり、だいぶ思い入れのある水槽なんですが、この度リセットをすることを決意しました。今回はなぜリセットを決意するに至ったのかと、リセットの一部始終をお伝えしていきますので、最後まで見ていただければ幸いです。それでは早速、いつものさらっとおさらいから。前回は暴走していた陰性水草をごっそり間引いて立て直しを図った結果、後継層がぐずぐずになりつつも陰性水草が盛り返して再度モサモサになったところまでをお届けしていました。その動画の最後で90センチ水槽をリセットする決意をしたとお話ししていたんですが、尺の都合上その理由までは言及できていません。というわけで今回は最初にこの90センチ水槽をリセットすることを決めた理由について解説していきます。理由は3つあるので1つずつお話していきます。まず1つ目の理由は、だいたい予想がついている方もいらっしゃるとは思いますが、完全にスネールを駆除することができなかったからです。前回動画の最後の推計映像を見てもらえればわかるんですが、再三にわたるキプラミンの投与を行ったにもかかわらず、わらわらとスネールが発生しています。映像でさらっと流すだけでもそのスネールたちの姿が見えるということは、それだけ繁殖しているということです。これはもうさすがに諦めました。自分の内にいるあらゆる薬剤に耐性を持ったスネールに唯一対抗できる手段である同添加剤キプラミンをもってしても駆逐できないなら、もうこの水槽を維持すること自体がさらなるスネール感染リスクとなってしまいます。このスネールは害虫と同じように薬剤によって駆除できなかった個体が繁殖することで耐性をつけていると思うんですよね。これに関してはキプラミンの前に使用しているスネールバスターという薬剤で検証済みで、最初に発生したこのヒラマキガイというスネールはある程度スネールバスターで駆逐することができてました。その中でもまだ生き残っている個体がおり、その個体がずっと自分の管理している水槽内で繁殖することによってほぼ全てのヒラマキガイがスネールバスターに耐性をつけてしまったと思われます。現にうちの水槽にはびこっているスネールは一切スネールバスターが効きません。最初は効いていたのに使うたびに効果が薄れているということは、やはり耐性がついたとしか考えられないです。なので今回も同薬剤に対して耐性を持った個体がこの90センチ水槽で増えてしまっているのではないかと思います。やはり大きな水槽だけあって致命傷を免れたやつがいるんでしょうね。この水槽以外のスネールには効果てきめんだったので、これ以上キプラミンを投与しても強化スネールを生み出すだけです。そんなスネールが他の水槽に伝播したらそれこそ終わり。自分のアクアリウム生活が脅かされる事態に陥ります。これが一つ目の理由です。二つ目の理由はキプラミン投与数回目で生体が大量に落ちてしまったことです。これは完全に自分のミスであり大きな代償なんですが、この90センチ水槽に入っているレッドファントムルブラという生態に被害が出ました。このレッドファントムルブラ、他の生態に比べてキプラミンに対しての耐性があるのか、今まで隔離していなくてもピンピンしていたので安心しきっていたんです。なのでスネールがなかなか駆逐できないため、少しずつ投与量を増やしていました。そうやって徐々に増やしていった結果、投与した数時間後に異変が発生し、多くのレッドファントムルブラが落ちてしまう事態になってしまいました。この時は本当にへこみましたね。正直スネールを駆逐するためにやったこととはいえ、これに関しては人為的ミスなので後悔してもしきれません。
一応異変に気づいてすぐに大量換水を行い全滅は免れたんですが、あれだけ多くいたレッドファントムルブラの半数がいなくなる結果となってしまいました。今でも悔やんでおり、薬剤を投与する場合は細心の注意を払わなければいけないと再確認させられた出来事です。最後に3つ目の理由が、レッドファントムルブラが白点病にかかってしまったことです。キプラミン事故からレッドファントムルブラの調子が思わしくなく、しばらく様子を見ていたんですが、次第に白点病が蔓延してきてしまいました。おそらく抵抗力が弱っていたため広がったんだと思います。正直この水槽内でも薬浴はできたんですが、隔離水槽を使って薬浴した方がいいのは明白です。先ほどの事故からもう生態をこれ以上落としたくないという思いから、隔離水槽で薬浴することを決意しました。ただこの水槽は流木が入り組んでおり、生態を救うのは不可能です。そのためこのままここで薬浴をするか、隔離水槽で薬浴をするか迫られた結果、水槽ごとリセットして薬浴をしようと判断しました。もうこの水槽も崩壊気味だったので、生態第一で行動をしようとした形です。というわけで以上の3つの理由からリセットを決意しました。しかし前回の動画コメントでも散々言われていたんですが、90センチ水槽のリセットってだいぶ大変なんですよね。これ以上にでかい水槽ならなおさらだと思うんですが、正直60センチ水槽の比じゃないです。あと置いている場所がちょっと高いことと映り込みの関係もあり、作業風景は撮影ができなかったためダイジェストでお送りします。まず最初のリセット前の状態がこちら。こうやって見ると陰性水草っていいですよね。全然手入れしてないのに雑然とした感じが出て、これが完成形ですって言っても押し通せそうなところが。最初に着手したのは左側の流木の撤去です。撤去した後がこちら。流木が消えるだけでそこに付随するウィローモスやら何やらが消えるため、だいぶすっきりしますね。左右の光の当たり具合の対比からどれだけ水草と流木が光を遮っていたのかがわかります。続いて右側の流木も撤去した状態がこちら。濁ってて申し訳ないんですけど、一気に明るくなりました。なんかモサモサの時の映像を見ると出力低いライトを使ってるんじゃないかと錯覚してしまうんですが、バッチリ高光量のライトを使ってるので明るすぎるほど明るいです。水槽内の状態はこんな感じで、陰性水草は調子がいいのに後ろの有形層は悲惨です。ロタラは完全に茎だけになり、中心部分の赤系水草は全滅。そして背面には卵巣がはびこっています。正面から見たら結構いい水形に見えますが、こういう裏側を知っているとどうしてもリセットしたくなっちゃいますよね。続いて撤去したレイアウト素材と水草を見ていきましょう。まずはこちらの流木。水槽内から出すと余計にでかく感じますね。やはりモス系はしっかりときれいに育成できているようです。ただここには大量のスネールが湧いていると思うので、再利用する場合はしっかりと駆逐しておかなければなりません。ミクロソリウムの方も元気すぎてでかくなっています。しっかり活着していたので外すのが大変でした。すべての水草を流木からばらした状態がこちら。アヌビアスナナプチはめちゃくちゃ増殖しましたね。この根っこを見てもらったらわかる通り、すくすくと成長していたことがわかります。これだけ増えたらもうアヌビアスに困ることはなさそうです。続いてミクロソリウム系。うちの中で一番細葉なホンナロウはあまり多くはなってません。あと苔がひどくて再利用可能かは不明。イーストカリマンタンもやっぱりいいですね。これだけ塊になってるとポンオキネも様になりそう。ナローリーフの方は一番調子良さそうですが、このサイズ感になると持て余しちゃいます。そしてちょっと残っていたウィンドナロー系も回収。そして最後は南米ウィローモス。ウィローモスってこんなに多い必要ないので増えると持て余しがちですが、ないとないで困るから難しいですよね。
適度に間引ける断捨離力が試される水草です。そんなこんなしているうちに水槽内はだいぶ濁りが取れました。ちなみに生態に関しては取り急ぎ薬浴をしたかったので、先ほどの水草剪定の前に隔離水槽内で薬浴中です。こういう時に30センチキューブ水槽は余らせておいてよかったなと思いますね。大きさ的にも十分な水量がありますし、薬浴の量的にも扱いやすい水槽サイズです。ちなみに使用しているのはエルバージュエース。これはマジでいい薬なんで、悪化した白癜病の治療にはもってこいです。ちなみに映像は薬浴して数週間経過している映像です。というわけで濁りも取れたので作業再開。水草をすべて取り除いていきます。取り除いた後がこちら。さすがに濁りましたが、だいぶすっきりしました。ただ、でかい石を使っているため、まだ水槽内が空っぽになったとは言えない感じの状態です。水槽内はこんな感じで、かろうじて視界は見えますが、だいぶ汚いです。毎回思いますが、リセットした時ってこういう堆積物がどっからともなく出てくるからびっくりしますよね。低床の中とかメンテナンスができないところに溜まっているのかもしれません。そんな感じで残るはソイルの回収と石の回収くらいなんですが、実はこの作業から1ヶ月くらいこの状態で放置してたんですよね。あまりにも面倒に感じてしまって、正直今までの作業で丸1日潰れており、そこからまたすぐに腰を上げるまでの気力がなかったんです。1ヶ月という充電期間を設けた上で最終的にきれいにしました。ちなみにこれ以降の掃除の仕方は尺の都合上次回にお見せします。とりあえず90センチ水槽のリセットは1ヶ月間の期間を空けて終わらせることができました。今回は生態の薬浴隔離や水草の回収に手間取ってしまい、90センチ水槽という水量の多さによる大変さよりも周りの後処理の大変さを伝える感じになってしまいましたね。少なくともレイアウト水槽であれば90センチ水槽だと1日休みを設けて一気にやった方がいいです。一度中断してしまうとやる気をそがれてしまいますからね。というわけで90センチ水槽は無事にリセットされました。まだ新たなレイアウトの構想などは考えていないので、90センチレイアウト水槽はいつになるかはわかりませんが、気長にお待ちいただければ幸いです。というわけで今回はここまで Twitter と Instagram をやっておりますので、そちらも見ていただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。